すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ラーメンはもちろん丼物をたくさん食べたい時はこちらです。ドン。東急池上線雪ヶ谷大塚駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン葉月さんにお邪魔してます。こちら葉月さんにはね、以前にも一度訪問したことがありまして、和風だしをねたっぷりと効かせた葉月ラーメン、さらにね豊富な丼物メニューもあり、食べ手をね迷わせてくる大田区を代表する名店中の名店です。ちなみに今回ですね、サブチャンネル連動企画となっておりますので、ぜひぜひそちらもご覧いただけると嬉しいということで、果たしてすするは何をすするんでしょうか。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン葉月さん注文戦です。太田の麺散歩の裏企画は東京ラーメン全制覇。初っ端から飛ばしていかなきゃならんぞということで、醤油ワンタン麺と明太 TKG、オムチーズご飯と丼ダブルチョイス。いつかすするもオリジナルのご飯ものを作ってみたいなと妄想しながら待ってるだ。こちらがラーメン葉月さんの醤油ワンタン麺明太 TKG オムチーズご飯です。ドリャン。ビシッと背筋の伸びた由緒正しきビジュアルの丼には、よどみのない醤油スープと極太のメンマが見えており、ダブルご飯ものも本格的で美味しそう。爆食開始ってことでいただきます。まずはスープから。ポワン。安心感のある鶏ガラベースの味わいはじんわりと体に染み渡っていく美味しさで、ほっと一息落ち着ける優しくも力強いスープ。表面に浮いた油は鴨らしいのですが、癖は強くなく、鴨のいい部分だけを感じられる丁寧なお味。スタートした連食も幸先いいぞってことで麺を持ち上げていくぞスーズルだなん。中細ストレートでつるっと喉越しよく、コシもしっかりとしていながら醤油スープとの相性もバッチリで、すすり心地の良い風味の良い麺。こちらは葉月さんの自家製麺で、ラーメン界でもかなり早めにパスタにも使われるデュラムセモリナを練り込んだことで知られています。落ち着きのある美味しさの中に新しい要素も盛り込む姿勢にすするも感化され、日々成長、日々進化を心がけてすすっていこうと思います。ワンタンはあんにトリュフが加えられており、噛むと肉汁とともにトリュフの風味が広がり、ワンランク上の上質なもの。ここらで一発ご飯物へ突入。返し入った生卵を明太ご飯にぶっ込みます。しっかりと全体をかき混ぜてかき込んでみると、明太 TKG うますぎ。しょっぱうまな明太子を生卵がまろやかにしつつ、醤油の旨味もプラスされて突き抜ける美味しさで、毎日食べて痛風になろうとも後悔などあろうはずのない一杯です。サイドメニューのご飯物でこんなにうまいのかと驚きながら、2杯目のオムチーズご飯も食べてみると、ケチャップと卵の辛みがこれまたいい、和と洋が入り混じる落ち着いた美味しさ。実は隠れオムライス好きのすするとしては嬉しいメニューで、もはやメインを張れるぐらいの実力です。そんなこんなで満足感抜群なラーメンとダブルライス、お腹いっぱいで完食です。大変美味しくすすれました。改めて大田区の古豪の実力をひしひしと感じるセットでした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いや、ラーメン葉月さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。鶏などをベースにし、そして数種類のね醤油をブレンドした醤油ラーメン、スープうまかったです。そして自家製麺はつるつると喉越しの良いしなやかな中細麺で、スープの持ち上げも非常によく、やっぱりつるっとねすすれる喉越しの良さ、あれはもう葉月さんならではの自家製麺で美味しかったです。そしてね、やはり葉月さんといえば丼物がたくさんメニューにありまして、どれを選ぼうかねやっぱ迷っちゃうんですけど、今回はかなり人気との噂、明太子 TKG とオムチーズご飯をオーダーしたんですが、明太子 TKG マジでうまかったですね。もう本当に脳が吹き飛ぶ美味しさ、もう説明不要って感じで、明太子とご飯の相性ってもう言わずもがなだと思うんですが、そこにね TKG の要素も入ってくるんで、もう卵かける魚卵のね卵コンビがもうすごかったですね。明太子ご飯が卵かけご飯のズルズルとこうねもう飲むようにいける感じになってしまって、あれは相当中毒性ありますね。あれ家でもやりたいですね。そしてご飯はラーメンのスープで炊かれているので、そのまんまでもちょっとほんのり味が
がついてるんですが、その上ののっけもんでね、さらに美味しくなるような感じで、葉月さん行ったらやっぱラーメンと半物ぜひねセットで食べていただきたいなと思います。そしてね、大田区のスタンプラリー企画、太田の麺散歩もやっておりまして、サブチャンネルの方で詳しく配信させていただいておりますんで、ぜひそちらもよろしくお願いいたしますということで、いや今回ね朝一での訪問だったんですけど、ラーメン1丼にはね結構やりすぎました。ちょっとわんぱくすぎたかもしれないですけど、いやもう大満足でしっかりと美味しくいただくことができましたね。ごちそうさまでした。ちょいまだ終わりませんよ。今回はせっかくスタンプラリーもあるということで連食です。ただ一旦お腹を空かせるために公園にてこちらのコーナー。さあそれではね、ラーメン屋さんに行く前にちょっと昼下がりの公園で S3TV にいただいたたくさんのコメントを読ませていただくコメント返信のコーナーちょっとやらせていただきたいと思います。アキフェレーロさん、ありがとうございます。仕事休みだから今夜行こうとこの前から楽しみにしてたのに絶対いつも以上に混むやんかとか、あと YK さん、最近すするのおかげで混みすぎて普通に入れないと、これが浦武蔵屋さんの動画のコメントだったんですけど、結構ねこういった話聞くことが多くて、すする TV で訪問した後ラーメン屋さんに結構お客さんが増えるっていうすごくありがたいことが最近発生してまして、ただやっぱりね元から通ってる常連さんとかに出したらちょっとやっぱ申し訳ないなっていう気持ちもある反面、もちろんお店の方にうちは常連さんを大事にしたいんでちょっとすするさんの動画をお断りしますとかって言われたらもうやんないんですけど、お店の方から一応ね許可をいただいてるので、そこら辺はまあいいのかなというか、自分の好きなラーメンをなんかみんなに食べてもらえるのがちょっと嬉しいみたいなところも、そういうちょっと何ですか、こう広いね広い心を持って行列とかもいつかは落ち着くものがあると思うんで、そこら辺ちょっと温かい目で見ていただけると幸いでございます。そしてその浦武蔵屋さんのコメントでね、もうしょくちゃん好きなコラボがまた見れて嬉しいですとか、しょくちゃんかわいいとか、しょくちゃんとのコラボは定期的にやってほしいみたいな、こういったコメントもね多数いただいてる中、あきらさん、すするはコミュ障で全然思うんだけど毎日見てです。おいなんでだおい、全然思うなら毎日見るのマジで。いやありがとうございます、毎日見てくれてね本当。いやでもショクさんでだいぶ話しやすいとかだいぶ話せてる方だと思うんだよね。やっぱ一番やばいのはもう初対面の美人の方とか、本当に何喋っていいか分かんないみたいな、あとどこまで行っていいのみたいな、マネージャーとか後ろにいるからもうどこまで聞いていいんですかみたいな感じになっちゃうよね、ああいうのね。だからそれでちょっとコミュ障っぽくなるみたいな。まあ別にもともとコミュ障だしね、コミュ障っていうか人見知りだよね基本。でも人見知りなんてさ、もう本当この年になってまで言ってるのマジダサいから、そろそろやめた方がいいですよ本当に。自分で言ってんだけどね今本当。この年になってまで人見知りってダメだよね、やっぱ人間として思うわ本当。もっと社会性を持って生きていきたいと思います。そして420ホースパワーさん、店主さん肌綺麗だしマスク取った顔見てみたい。そうなんですよ。結構ね僕の中でもラーメン屋さんの店主さんでイケメンってイケはカタカナで麺は漢字でイケメンって書いて、イケメンな方がね結構いらっしゃいまして、浦武蔵屋さんの店主さんも結構ねイケイケな感じじゃないイケメンなんですよね。そして上丹さん、毎回言わせてやっぱり家系しか勝たん。いや家系やっぱ最近ハマっちゃってます本当に。都内を中心に結構ブームになってる感はあるんですけど、やっぱ家系食べるときはねすごくこう自分の中でもなんか高揚感がありますね、すごく気持ちの。そして横 T さん、ありがとうございます。サブチャンネルあったの初めて知った。おいマジかサブチャンネルも地味にね6年ぐらい前からやっておりますんで、ぜひぜひねサブチャンネルの方も登録していただければ嬉しいです。そしてねすする TV 最近ですね登録者110万人突破しておりまして、いつもご覧くださるずるずるずる面々本当にありがとうございます。これからももう軸はぶらさずにしっかりと毎日ラーメンをすすりつつ、いろいろなことをねちょっと頑張っていこうと思っておりますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いしますということで、いつも本当にありがとうございます。ということでお腹も空いてきたので2軒目の方にも向かっちゃいます。私すする実は刀削麺をすすったことがないんですよということで、今回こちらのお店です。ドン。東急目黒線専属駅から徒歩5分くらいのところにあります刀削麺大宝さんにお邪魔してます。こちら刀削麺大宝さんはね名前の通り刀削麺を提供するお店で、今までね僕刀削麺をすすったことがなかったので、こちらの大宝さんちょっと選ばせていただきました。こちらの大宝さんでは中国仕込みの本格派刀削麺がいただけるということで、果たしてね刀削麺とはどんな一杯なのか、もう皆さんも知ってるとは思うんですけどね、私の初めての刀削麺にお付き合いください。レッツゴー。さあ刀削麺大宝さん出血です。今回は麻辣麺の辛口とライスをプッシュしました。店内には刀削麺を人間の手と遜色なく切っていく機械も完備されており、こりゃ力強い麺が楽しめそうだぞってことで期待して待ってるだ。こちらが刀削麺大宝さんの麻辣麺辛口ライスです。ハレー。見るからに辛そうなビジュアルながらエスニック感ある香りも漂っており、刺激的な味が楽しめそう。食欲もブーストしてきたぞってことでいただきます。まずはスープマラン
鬼の良いでかいレンゲでスープすくってみると、なだれ込むかのように大量のスープがレンゲにオンしてきて、期待通り刺激的な美味しさ。ラーよりマーの方が強い印象で、辛みだけでなく酸味も感じる本格的なスープです。唐辛子によるカプサイジが飲んでいくにつれて進化して、スコビランへと姿を変える炎の意志的スープを楽しんだ後は、いよいよすする初体験の麺をよっしゃすするダジャー。初めての刀削麺は平打ちの太麺で、持ち上げるとかなりのボリューム感で、ラーメンの麺とはまた異なった印象。ムニムニもちもちな食感が癖になる美味しさで、刺激的なマーラースープとの相性もバッチリ。スコビランの火炎放射によって汗だくとなったすするは、ライスと合わせて食べてみたり、無料サービスのゆで卵に助けてもらったりしながら、東京ラーメン全制覇企画はこの一杯で終了だなと悟り、とどまるところを知らない汗とともに完食です。大変美味しくすすれました。初めての刀削麺、刺激的で本格的な後引く美味しさでした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いや、刀削麺大鵬さんに行ってきたんですけれども、初めての刀削麺だったんですけども、うまかったですね。僕もマーラーメンの辛口で注文したんですけど、スープがね、こう痛いような辛さとかっていうわけではないんですが、もう食べていくことにもうどんどんじわじわとこう体の中からね温まっていくような感じで、もう最後はもう炊き汗でしたね。そして本場のね中国の方がやってらっしゃるということで、やはり味も本格的で、ラー油のコクがすごく出ていて、味わい的には結構ね酸っぱ辛い感じなんですけど、ラー油のその辛さとコクがねすごくいい味出してました。そして機械できるね刀削麺の麺の方は、ラーメンの麺っていうよりはどちらかというとこうちょっとうどんっぽいような感じで、なんか日本のラーメンっぽくねあんまりこう乾水とかの味わいがなかったんで、もしくはうどんと同じような感じで小麦オンリーなのかもしれないですね。まあでもやっぱ刀削麺だからこそなせるねもちもち感と、噛めばしっかりコシがある、日本のラーメンにはない魅力のある一杯でしたね。今回いただいたマーラーメン、そして担々麺がね看板メニューらしいんですが、麻婆豆腐もね結構人気メニューということで、ご飯にはねめちゃくちゃ麻婆豆腐合いそうだなと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、太田の麺散歩さん、おほたくのラーメンをすすり尽くせや。いっぱいすすってゲットしてください。